はい、本日は今最新で巷で噂の明るいというと対向車が眩しいとか乱反射のイメージがあるんですけども、こちらの 18LED のやっべえの。こちらは照射してるエリアが濃く照らしてくれるということで、闇雲に明るい LED とはわけが違いますので、こちらをですね、実際にどれだけ色が濃いかというのをご紹介したいと思います。こちらのヘッドライトは、バルブを購入すると、めちゃくちゃ明るいポジションバルブやバックランプ、それも付属されてますので、そちらの商品も含めて商品を紹介したいと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。マーブラック、ノリオ TV、驚きを届ける。ちゃんたちの情熱、どこまでも別所。はい。それでは今回 18LED さんのやべえの。これ最新の LED バルブなんです。今回はヘッドライトとフォグランプ。こちらの4灯をすべて 18LED さんのやべえので交換したいと思います。開封して中身を見てみましょう。はい。じゃあ開封します。代表の林社長でございますよ。知ってる？林社長。見たことあるよ。はい。もう絵の通りでございます。はい。実際の方がイケメンだったよ。ああ、そうだね。相変わらずね、ワンセットにつき1800円の利益ということで、やはり低価格をね、意識してるんだなと思います。ただ、ここの 18LED さんは本当に安かろう悪かろうじゃなくて、マジで色が濃い。もう明るいっていう言葉は死語ですね。色が濃いです。それで、開封してみると、こちらの D2 タイプに、こちらのユニットもついてまして、これはフォグランプ用の土台がついてるんだけども、これがね、D2 タイプの土台になります。ちゃんと切り欠きがついてるんで、合わせてつければ、押して回す。こうやって回すと、ちゃんと合わせられるようになります。四角い切り欠きが、このバルブの真上に来るようにしてください。もう初代の183のバルブから比べるとだいぶバルブの方もね、ごつくなりました。LED のチップも発熱とかものすごい心配にはなるんだけど、これ電動ファンも詳しくはね、18LED さんの商品見てもらえればと思うんだけど、4ヒートパイプかな。冷却面もバルブが明るくなったとともに、冷却面もやはりちゃんとしっかり作ってるっていうのが林社長のこだわりです。それで、ここにね、やっべえのと書いてありまして、ピュアホワイト6000ケルビンって書いてあるんだけど、これですね、7000ケルビンも存在します。それで、今回は、こちらの6000ケルビンと、マーブラ号の AZ ワゴンについてる7000ケルビン。こちらはもうすでに取り付けてあります。こちらの6000ケルビンと7000ケルビン。そちらを両方、視聴者の皆さんには見比べてもらって、どっちがいいのか。またね、色の濃さ。もう明るさなんていうのは、もう当たり前。色の濃さです。その照らされてる部分がどれだけしっかりとはっきりと物が見えるのか。これが重要なんですよ。ただ闇雲に明るいだけだと、グレアって言って、乱反射してるみたいな。光が散っちゃってるんで、拡散されすぎちゃうと、その照らしてる部分がしっかり見えないで、全体的に見えて対向車とかが眩しいだけなんで、私はもうどれだけ照射部分、色を濃くしてるか。これが肝心要です。そこに力入れてるのがこの 18LED さん。それなんですよ。それで、このやべえのはですね、こちらに 50W と 120W って書いてあるんだけど、車両によっては 120W だとフューズが飛んでしまったりとか、そういう状況になってしまうので、このボタンをですね、この先端があるようなもので、ポチッと押すと、ちょっと凹んだのわかる？この状態からこうやって押すと、これ押すと下の 50W になります。またはリレーを別体でつける方、そういう方たちなんかは、この 120W でマックスでこのバルブの明るさを楽しんでいただける。なので、車両やリレーをつけるかつけないかによって、この 50W や 120W っていうのを試していただければと思います。こちらのワゴン R、MH21S や MH22S、私の AZ ワゴンの MJ21S の方で7000ケルビンの方試してみました。そしたらですね、ヘッドライトは 120W のまんまで、そのまんまでリレーかまさずでも問題なかったんですけども、フォグランプの方が 120W の状態でやってたら、ヒューズが一回飛びました。それで、これは正直、
視聴者さんにはお勧めしないんだけども、私の車両のフォグランプのフューズは15アンペアだったんですけども、20アンペアにしたらフューズが飛ぶことなくなりました。またね、配線が燃えたりとか、そういうのは特になかったんですけれども、一応念のため視聴者の皆さんは真似しないようにしてください。ちゃんとリレーをね、かましていただければ、そういうことも回避できますので、120ワットのままを楽しみたい方は、ちゃんとリレーをかませるようにしてください。そして、フォグランプの方。フォグランプの方に関しましても、基本的には内容同じです。ただ、この土台がですね、車種によっては、付属されてるリングが、車種によっては隙間が空いちゃう場合があるんですよ。それなので、またこれもご丁寧だよね、林社長ね。この分厚いリングついて、これをつけることによって、もし隙間が多い車両の場合のフォグランプに関しましては、これで隙間をしっかりと埋めると。補助パーツもついております。そして、さりげなく出てんだけど、このステッカーもつけてくれるんですよ。あと、これヘッドライトバルブだけじゃなくて、林さんのところのこのバルブ。あとね、これ私先に使っちゃったんだけど、このバルブ。これも一緒にやべえのを購入したお客さんには漏れなく、このバックランプ用の LED バルブ。ものすごい数。これも明るいです。ものすごく。こちらは T16 の LED バルブです。それと同様に、ポジションバルブで使える用の、こちらの T10 の LED バルブ。これもものすごく明るいです。やべえの買うと、漏れなくこれ、2セット。やべえのを買うと、漏れなく、こちらとこちらの2セット。ポジションバルブとバックランプが一緒についてきます。なので、ヘッドライトをつけても、ポジションバルブが純正のままとかだったりとかすると、色がちぐはぐになってね、ダサいとかあるんだけども、これはちゃんとそこら辺、林社長考えて、漏れなくつけてくれるんですよ。しかも、これ本当は明るいから、おすすめ。バックランプとかでも相当明るいんでおすすめです。私のバレンティのテールランプだから残念ながら使えないんだけども、これ、本当に明るいです。私はこれ、ポジションバルブで活用させていただいてます。林社長、毎度毎度ありがとうございます。これ、やべえの購入の視聴者さんは漏れなくついてますので、ぜひ一緒にゲットしちゃってください。それで、フォグランプの方戻りますけども、フォグランプの場合は、そのままね、H11 タイプなので、このカプラーをそのまま使うだけ。アダプターとかは特にいらないというような感じになります。はい。ということで、このやべえの、実際に取り付けてみたいと思います。M さんな、フォグランプしかつかなくてな、暗い言ってたからな。これで M さんの車両も明るくなりますよ。暗い言わせたのはあんたでしょ。どういうこと？そういうことよ。いや、どういうことだ？ほったらかしにされてたと。してない。もうね、バンパーの外し方に関しては、もう皆さん分かってると思うんで、もし分からない方がいらっしゃったら、この動画をね、見てください。もう事細かにやっております。もう余計だよっていうぐらい事細かにやってるんで、本当に電球交換がね、全くやり方分からないっていう方なんかは、こちらをご覧ください。今日ちょっと狭いね。何が？立てるところが。久々に3台だからね、車置いてあるのね。うん。もう今、マーブラックスタジオは DI ターボ、S ターボ、M ターボ。俺はド S ターボ。あ、そう。よくわかんない。何を求めてるのかよくわかんないで。もっとひねってよ。それはあれだよ。芸人さんとかにうん。面白いことやってよみたいなのと一緒だよ。いいじゃん、期待されてる。期待されてるってことだよ。無茶ぶりすんとどうせ泣くくせには。誰があの、なんでわからないです。これでこちらの車両はもうすでに 18LED さんの LED が全て入ってます。旧型のからすっげえのまでついてるんですけども。これは初期の方の 18LED さんの LED バルブです。これね。こっちね。林社長が見たら懐かしいって思うような商品だと思います。研究の結果なんですね、明るくなった。そうですね。それでこっちは、今はすっげえの。マーブラが使ってたすっげえのの HID ブルーっていう真っ青なヘッドライトが入ってます。つけてよ。私見てないかもしれない。運転してんだから見てんだろ。いや、運転の、日中だとわかんないよ。はい、行くよ。はい。ああ、本当だ、青い。でしょっていうのが入ってるんですけど、M さんはどちらかというと、やはり明るくて見やすい。
っていうのを求めてると思うので、うん。今回はヤベノの6000ケルビン。これをヘッドライトとフォグランプに内蔵したいと思います。まあ M さん正直今のでも結構明るいでしょ。でもね、うん。街灯のない道走って帰るから。だから今でも結構明るいでしょ。そんなことないよ。そんなこと言ったら純正のバルブどうなっちゃうのって話だよ。真っ暗だった。でしょ。うん。林さんところの 18LED がさ、なんかあたかも暗いみたいな言い方やめてくんない？青が見にくいんだよ。やめてくんない？ちゃんとしっかりやろうよ。なんだよ。真面目にやってよ。だってこれからもっと強いのになるでしょ。だからすごいのあるけど、これ持ってつけてる人なんか暗いと思っちゃうかもしれないじゃん。青だから。なんでわかんないのかな、そういうの。バカじゃないの？白のホグと青のライトが相性悪いんだよ。ホグの方が強く見えちゃう。お前と車の相性悪いんやろ。本当に。ボロクソやん。うん。まあいいや。やりましょう。これ一見喧嘩してるように見えるんですよ。喧嘩してんだよ。あ、してんのか。あんたがいつも私に喧嘩を売ってくる。いや、売ってない売ってない。そしたら、この車両のヘッドライトはもうすでに 18LED さんのバルブが入ってるんで、HID の配線とかの加工処理は終わってるものです。もし HID の加工処理がわからない人は、この動画を見ていただければと思いますので、これはもう HID の加工処理とかしっかりやってますので、こちらをご覧ください。蓋を開けます。開けると、このようにね、すでに取り付けられてた 18LED さんのすげえのついてます。それでユニットを出して、ほら、これね。これはすげえのです。すげえのは 70W と 55W のセレクティブになってます。これも押したら切り替わります。ただ私は全然問題ないので、70W の仕様を使ってます。ただ、このすげえのよりやべえのはマジで明るい。でももう数字が違うからそういうことだよね。まあそういうことだね。ちゃんとワッテージ上がってんから耐久性ないんじゃないのって思うけど、冷却もしっかりしてるから、林社長のところの 18LED はマジで大丈夫。そしたらバルブ外しましょう。グビッとね。そしたら、はい、これがすげえののバルブです。まあ正直すげえののバルブの台座と同じだね。同じなんで、まあこちらを使ってもありだと思います。台座自体ライトだけ、上のやつだけ変えるってこと？この台座ね。それでやべえの入れましょう。ちゃんとこの切り欠きがここに合うようにと、同時に私の経験上はこの配線がここの真下に来るようにするといいと思います。最初つけづらいと思うから、これ台座だけ外しちゃいましょう。台座だけ外して、台座を先にはめちゃう。この向きね。これつけて、それで最後に、これ45度向き動くような感じにして、溝にはめて押しながら回す。で、この配線が最後下に来るように。するとちょうどいいです。それでユニットちょっとしまって 120W のまんまを確認しながら入れて、はい。これで 120W のまんま、このボタンが起きてる状態っていうのを確認した状態で入れます。試さなくていいの？ヒューズ飛ぶんじゃないの？ヘッドライトは大丈夫。それでこの変換ハーネスを使います。プラスに赤い配線が来るようにして合わせます。そしたら収めてって、配線も事前に開けてある穴に通します。でカプラーをつけると。キャップをつけると。はい、もうこれだけです。またね、林社長のところの 18LED とこのマーブラックブルーアイズの相性がいいんだわ。最高にマーブラックブルーアイズも一緒に宣伝しておきます。このブルースモークがかったスモーク、他ではなかなかないと思います。おすすめです。そしたら、この勢いでフォグランプも交換しましょう。はい、このユニットを外します。バルブをドシャーンと外します。ドシャーンと。はい。これだけです。なんで効果を入れたの？一人の時も言ってんの？特に言ってない。一人の時は言わないんだ。言わないですね。ドシャーンとかガシャンとか言わないんだ。言わないですね。そんなこと言わないです。これで台座を入れます。入ったら、この配線が真下に来るように合わせましょう。これだとダメです。台座の位置で変わるってこと？そういうこと。それで、この位置、真下になるように合わせましょう。これでね、フォグランプ見て、
このカットラインに対して平行になるように合わせましょう。そうするとちょうどいいと思います。緑色の線とプラスを合わせてカプラーをつけます。はい。これで完了です。そしたら残りのヘッドライトもつけちゃいましょう。はい。ということで、これで取り付け完了したんで元に戻しちゃいましょう。はい。ということで、無事に完成しました。今明るいんで、昼間の状態でね、点灯したらどんな感じなのか。あとは、夜間の走行で6000ケルビンと7000ケルビン。色味具合とか、両方の照射具合。どれだけ色が濃いかっていうのをぜひ堪能していただければと思います。カメラだと、照度の調整してんじゃないかとかわけわかんないことを言ってくる人いるんだけど、基本的に同じ道路で同じ設定で走りますんで、それで見比べてもらえればと思います。どうぞ。星の光で道を照らすこの瞬間を忘れない心に刻まれる想い出夜の組間を駆け抜ける静かに響くエンジンの鼓動果てさよりも実用的この瞬間を楽しむためはい、ということで、どうでしたか ?6000 ケルビンと7000ケルビン。どちらもやべえの120ワットモードで走った結果となります。やべえでしょ。こんな感じで、どうしてもね、動画なんかだと、どうしてもやっぱりうまく伝わらないっていうのがあります。正直この明るさの具合を視聴者さんがどう捉えるかによって異なると思いますんで、これが暗いと思うんであれば、買わなければいい話だし、これいいじゃんって思うようであれば、ぜひ使っていただければと思いますので、林社長もこの色の濃さ、林社長さんっていうのは自分が他のいろんな LED ヘッドライトバルブを試した中で自分が納得いくのがないから自分で作ろうということで開発した LED バルブなので、値段も控えめ、耐久性もちゃんとある。そして6ヶ月保証付き。そして明るいのは当たり前。何よりも照射しているところの色を濃くっていうのをコンセプトで作ってきてる LED なので、ブラックも正直、そのコンセプトを聞く前から、この 18LED さんを使ってみて、その3つがすごく整ってんなと思いました。そんなどこぞの名の知れてねえメーカーなんてって思うんだったら別に買わなければいい話だし、私は正直今まで使ってきた中で、大手メーカーさんよりも全然いいなと思いました。コスパもいい、照射の濃さもいい、そして耐久性。今のところ 18LED さんのバルブ使ってて、今のところ1個も飛んだっていうのはありません。もちろん製造はメイドインジャパンではありません。飛んでしまう 18LED もあると思います。その時は保証を使ってもらって、それで交換してもらえればいい話なんで、林社長とやり取りすれば、どんな人なのかっていう人柄の良さっていうのが伺えると思いますので、ぜひ 18LED 試してみてはいかがかなと思います。もう自分はこれだ。メイドインジャパンじゃねえと気が済まねえ。金持ってるから別に高いのだって構わねえ。っていうんであれば別にそれでいいと思いますので、私はコスパ、耐久性、明るさはもちろん照射範囲をできるだけ濃い LED ヘッドライトバルブを選ぶと、総合的に私はこの 18LED かなと思います。ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。ぜひ、これよりも明るい LED ヘッドライトバルブがあるよという方は、ぜひコメントでご記入いただければと思います。また、他の動画がね、気になる方は、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは皆さん、またお会いしましょう。さよなら。傷がついてる。もう最初から。インパクトが倒れちゃった。インパク
人の心配の言うと思った。本当にもう見てこのバンパー傷だらけなんだよ。わかる？あなたがぶつけたね。私じゃないよ。あんた外すたびにぶつけてんだよ。そんなことないね。ひどいよ。もう証拠の VTR いっぱいあるでしょ。そんなことないね。散々踏まないでって人に言っといて自分では踏むんやね、また。おい無視すんの。散々人には踏まないで俺の背中を預けるのにとか言ってたのに。預けるとは言ってないけど。夢では踏むんだな、これ。口が悪いね。そらてめえって、そんな言いたくなるよ。てめえなんて言葉使ったことないよ。あるじゃないか。なあ、よくまあそんだけ軽く嘘が言えるわ。地方の方っていうのはそんなに口が悪いんですか？はいはいはい。あなたも地方はい。紛れもない事実。落としたよ。はい。夜の峠を駆け抜けるワゴンなるカスタム入ってる新鮮な音が開き渡るライバルたちを聞いたりにビート感高なカンカン心臓が高かってるこの瞬間アクセル踏み込む速さ壁を切ってしむこの道ダイナミックなビートに乗せて高やかが体を包むチェンリーの光が見えるこの瞬間を感じて急上昇する新鮮な音巻きとするビートが心を打つ峠の王者へとなく夜の闇を切り裂いて真理をつかむその時までこの走りを止めないでライバルたちの背中を追い越し自分を信じて突き進め夜空に星が遠くエンジンの音が弾む街仲間たちが応援してる一緒に夢を追いかけようスピード感が溢れる心の中の炎が燃えるこの瞬間を永遠に胸の中で走り続ける急上昇する新鮮な音巻き通すビートが心を打つ峠の王者へと巻く夜の闇を切り裂いて急上昇する新鮮な音巻き通すビートが心